皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。今月の最後はコミさんの代表的な R&B バラード曲날 그만 잊어요、私をもう忘れてという曲をカバーして紹介します。この曲は映画私の頭の中の消しゴムの OST で、歌詞の内容が映画の内容とリンクしていますので、そちらも紹介していきたいと思います。日本では GUMMY と表記されるので、グミさんとしてご存知の方も多いと思うんですが、韓国語ではコミと発音します。で、コミは韓国語で雲という意味なんですね。虫の雲のことです。蜘蛛の巣にかかったらなかなか抜け出せないということから、みんなを虜にして離さない、そんな音楽を発信したいという思いが込められているそうです。また漢字表記では巨大の巨に美しいという字を当ててコミとも書かれます。ちなみにコミさんご本人は雲が苦手だそうですね。で、コミさんは韓国ドラマがお好きな方はですね、 OST の常連歌手としてよくご存知だと思います。以前に韓国4大女性ボーカリストを紹介するトーク会をやった時に、コミさんのことも少し紹介したことがあるんですが、韓国の4大女性ボーカリストはその頭文字を取ってパクソイゴと呼ばれます。パク・ジョンヒョンさん、ソヒャンさん、イ・ヨンヒョンさん、コミさんの4人です。ちなみに男性の4大ボーカリストはキムナ・パクイといって、キム・ボムスさん、ナオルさん、パク・ヒョシンさん、イスさんの4人なんですよね。で、男性4大ボーカリストは去年と今年の1月にテーマにして放送したことがあります。で、男性の方はバラード歌手が中心なのに対して、女性の4大ボーカリストは R&B の歌手が多いんですよね。で、男性の方でもキム・ボムスさんやナオルさんは超絶技巧系なんですが、ゆっくりなバラード曲もあるので比較的選びやすいんですが、女性の方は代表曲がどれも難しくてですね、なかなかカバーするのが難しいです。特にパク・ジョンヒョンさんやソヒャンさんは高音域を得意とする歌手なので、私には結構難しいですね。で、私は女性の中では声が低い方なので、低音が強い歌手の方が歌いやすくて、今回はコミさんの曲に挑戦してみました。今回も簡単に基本情報を紹介しますと、コミさんは1981年生まれの現在42歳でいらっしゃいます。2003年に第1週アルバム Like Them でデビューするんですが、この1作目からねヒットするんですよね。このアルバムに収録されているチングラード・デュレコル・クレッサ、友達にでもなればよかったという曲が私は大好きで、いつか歌いたい一曲です。以前の放送でもお話ししたんですけれど、コミさんはデビューして2ヶ月で声帯結節になってしまって、一旦活動を中断するんですよ。そして1年ぶりの復帰作が2004年発表の第2週アルバムで、今日カバーする曲날 그만 잊어요、私をもう忘れてという曲もこのアルバムに収録されています。コミさんの歌唱技術の特徴は何といっても幅の広さだと思いますね。ささやき声から全身を鳴らす声まで音量の幅がまず広いですし、持っている音域も相当広いです。低音域は男性の音域まで安定して歌えますし、高音域では女性の中でも高いところまでしっかり熱く発声することができます。あと声帯の閉鎖もですね、息混じりの発声から声帯をピタッと閉鎖した強い響きの声も出すことができて、これがね全音域で自由自在に扱えるので、本当にいろんな音色で歌える歌手です。元は清涼感のあるハスキーボイスなんですが、特に高音域を強く発声するときは引き裂かれるようなね、なんか切ない響きが鳴って感情を揺さぶられるような歌声ですね。非常に特徴的で魅力のある声をされています。そして R&B といえばリフ&ランですが、コミさんはリフ&ランも自由自在なんですよ。本当にね、全方向に歌が上手な方でいらっしゃいます。
私生活では2018年に俳優のチョ・ジョンソクさんとご結婚され、お子さんも出産されています。チョ・ジョンソクさんもミュージカルに出演されていて、歌がとても上手なので、これはね、すごい遺伝子を持ったお子さんが生まれたんじゃないかとね、つい期待してしまうんですがね、そういう世間の目がプレッシャーになってはいけませんからね、ご家族の幸せをね、祈るまでに留めておきたいと思います。冒頭でもお話ししましたが、今日カバーする曲날 그만 잊어요、私をもう忘れてという曲は2004年の韓国映画私の頭の中の消しゴムの OST なんですね。この映画は日本でも大ヒットしたのでご存知の方も多いと思います。私も映画館で見てね、本当にメイクが全部流れるぐらい泣きました。でその後も DVD を借りてみたり、最近は Netflix や Amazon プライムでも配信されていますので、何度も見ている大好きな映画の一つです。主演がチョン・ウソンさんとソン・イェジンさんなんですが、このお二人のビジュアルがね、本当に美しいんですよ。でストーリーは若年性認知症をテーマにしていて、愛し合ってるのに記憶がなくなってしまうことで愛が遠ざかってしまうっていうね、切なさが描かれていますね。あくまで物語なので、もちろん現実の若年性認知症とは全然違うんですけれども、そんなことが気にならないくらい完璧なファンタジーの世界が出来上がってる映画です。ぜひご覧になってみてください。実はこの映画私の頭の中の消しゴムはですね、2001年に放送された日本のドラマピュアソウル君が僕を忘れてもというドラマのリメイク版だったそうなんですね。でこのドラマは長作ひろみさんと緒方直人さんが主演したドラマだったそうなんですが、実は私は今回調べて初めて知りました。そして韓国での映画のヒットを受けて2007年に日本で再リメイクされるんですね。ドラマ私の頭の中の消しゴムとして放送されます。で深田恭子さん、及川光博さんが主演したドラマだったそうなんですよね。で結局私は韓国の映画しか見てないんですけれども、この若年性認知症というテーマを扱った作品が日本と韓国を行ったり来たりしながらですね、愛されているということです。では続いて今日カバーする曲の話題に入っていきます。なんとこの曲はですね、ビッグママのイ・ヨンヒョンさんが作曲してるんですよ。でイ・ヨンヒョンさんも韓国女性4大ボーカリストの一人ですから、つまりこの4大ボーカリストの中でね、イ・ヨンヒョンさんが曲を書いてコミさんが歌ってということが行われているわけなんです。では歌詞の内容をね紹介していきます。今日は最初の A メロの部分とサビの部分の歌詞を紹介していきますね。난 이제 조금씩 그댈 잊어가나 봐요。私は少しずつあなたを忘れていくみたい。가끔 웃기도 않은 걸 보니、たまに笑ったりするところを見るにという意味なんですけれども、これは自分が記憶を失ってしまって悲しいはずなのに、そのことすら忘れて笑っていられるっていうところを見るに、あなたのこともきっと忘れていっちゃうんだろうなという意味だと思いますね。で次の部分です。조금 더 지나면 그댈 만나게 돼도、もう少し経てばあなたと出会うことになっても반가울 것 같아요。喜べると思うよという歌詞が続きます。これもきっといろいろあったことを自分が記憶を失って忘れてしまうだろうから、あなたと出会ってもはじめましてこんにちはみたいな感じで喜べちゃうだろうなっていう悲しい歌詞ですね。でサビの部分の歌詞に行きます。날 그만 잊어요、私をもう忘れて、그대를 보낸 못난 내 기억에、あなたを見送った悪い私の記憶で、행복하지 못하면 안 돼요、그대까지。幸せになれないのはダメだよ、あなたまで。これ多分統治法ですね。あなたまで幸せになれないのはダメだよっていう意味だと思います。そしてサビの後半部分です。날 그만 잊어요、私をもう忘れて、난 왜 이제 까맣게 잊은 채、私はどうしてもうすっかり忘れたまま、행복하게 잘 지낼 그대가 걱정되죠、幸せに過ごすあなたが心配になるんだろう、아직도、今でもという歌詞です。
で映画の中では冒頭で2人がファミリーマートで出会うシーンがあるんですけど、その時にこの曲がコンビニのバックミュージックとして流れてるんですよね。でまだ認知症の発症が描かれる前の2人の出会いのシーンですでにこの曲が伏線になっているというわけです。では曲を聴いてみてください。コミさんのナルクマン잊어요私をもう忘れてという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとドラムの音が入っています。この曲はリフ&ランもたくさん入っていて難しい曲なんですけれども、私は自分ができる範囲でだいぶ簡略化してゆっくりやっています。でコミさんはもっともっとすごいので、ぜひ原曲も聴いてみてください。原曲はコーラスが入って豪華な構成なんですけれども、また私の大好きなビギンアゲインにコミさんが出演された時はですね、ギター一本でこの曲を歌っていたんですね。でこの時の歌唱が素晴らしいので概要欄にリンクを貼っておきます。夕焼けの景色とコミさんの切ない歌声がとてもよく合っていて素敵なので、ぜひご覧になってみてください。そんなわけで今月は女性歌手をテーマに紹介してまいりました。皆さん今月もお付き合いありがとうございました。そして来月11月のテーマは秋の夜長にユンさんということで、シンガーソングライターのユンさん先生の曲をお届けしたいと思います。11月は木曜日が5週ありますので、来週1週間は歌をお休みさせていただいてトーク会からスタートする予定です。実は最近熊本県の阿蘇山に旅行に行ってきまして、阿蘇でグランピングをしたんですけれども、それがすごく良かったので、ちょっと来週ラジオで紹介したいと思います。で韓国バラードはね、全く関係ない内容なんですけれども、この番組には海外のリスナーさんもいらっしゃいますので、日本の観光地をね紹介してみるのもいいかなと思ってちょっとやってみますね。今日また YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。いい感じです。